はい。それでは、AI 駆動開発で人事管理アプリの作成をした話、本日はこちらの発表をしていきたいと思います。株式会社スカラーのミニワーカーと申します。よろしくお願いします。本日のアジェンダはこちらで進めていきます。まず最初に自己紹介をさせてください。名前はミニワーカーと申します。所属は株式会社スカラーのビジネスソリューション本部です。最近の興味というと、AI 駆動開発でしたり、AI がどう世の中を変えていくのか、と、業務中は禅のブログの記事の材料になりそうなことを日々探しています。禅のリンクもこちらに記載しているので、ご興味ある方はぜひご覧ください。プライベートでは健康的に痩せる方法を日々模索中です。これまでの経歴なのですが、新卒からエンジニアのキャリアをスタートさせました。で、その後はメールマガジンの開発でしたり、スタートアップ企業の情報を共有するためのシステム、スタートアップ DB の立ち上げなどに従事してきました。2020年の9月以降は、e コマース領域での開発に従事してきました。で、2022年5月からは別の会社になるんですが、フードデリバリーシステムの基幹システムの開発から運用まで経験してきました。今年の2月にスカラーにジョインしまして、今月でちょうど2ヶ月が経過したところになります。本日話す内容としては下記になります。AI 駆動開発で人事管理アプリをフロントエンドからバックエンド一通で実装した経験について話します。AI 開発時に必要なマインドセットでしたり、必須の道具でしたり、開発のフローについて詳細に説明していきたいと思っております。まずは前提についてです。現在の開発体制としては、右の図のようにフロントエンド、BFF、バックエンドに分業している形が割と一般的かと思います。フロントエンドからバックエンドの担当者が複数機能をまたがって自分の担当領域のみを実装することによって、インターフェースの認識合わせでしたり、ミーティングに時間を多く使用しているのではないかなと思っています。機能の実装には各チーム、領域の足並みを揃えていく必要があるかと思います。それが AI 時代の縦割り開発になるとどうなるかというと、AI の登場によって専門ではなかった領域も実装可能になっていくため、これまでの分業体制というよりかは、一人の人間がフロントエンドからバックエンドまでを一通して実装が可能になります。1機能1担当者になるため、例えば機能 A は A さんが担当、機能 B は B さんが担当と割り振れるようになり、それぞれ別セッションで実装可能になり、並列での開発が実現可能になります。ただし、これを実現するためには、ドメインごとにシステムが正しく区切られている必要があります。本日は DDD など、ドメイン駆動設計などについては詳しく説明しませんが、ドメインごとに区切る必要があることは覚えておいてください。AI 駆動開発で設計計画段階が重要な理由です。同じ機能でもセッションごとに違うアプローチで書いていたり、使わなくていいライブラリを使い始めるため、いきなりコードを書かせると出力がブレる。ブレをなくすために必要なこととしては、先にマークダウン形式の MD ファイルでドメインモデルでしたり、API の設計、コーディングルートなどなどをレイヤーごとに切り出しておくことで実装のブレがなくなり、結果コンテキストの節約もできます。毎回 AI に一から説明しなくても、このファイルとこのファイルとこのファイルを読んで作業してと渡すだけで済みます。AI を使えば使うほど設計の甘さがコードに直撃します。間違って設計のまんま突き進んだ時のダメージが人間が書いていた時代と比べて桁違いに大きいため、設計計画段階がより重要になってきます。後ほど開発フローのセクションで詳細に説明するんですが、人間の作業と AI の作業の住み分けはどこにあるのかというと、人間がやることとしては、レビューや動作確認で最終判断をすること。
AI がやることは設計書の作成、設計書を読んでコードを書くこと、レビューで指摘を出すことが主な住み分けになってきます。次に AI 開発に必須の道具たちを紹介していきます。で、本日は Claude を使って開発していく手段を紹介します。Claude.md、Rules、Skills、MCP、コンパウンドエンジニアリングを順を追って説明していきます。右の図にもあるように、Claude.md と、Rules と Skills はプロジェクトのルート配下に作成することで利用可能になります。詳細を追って説明するんですが、Claude.md はプロジェクトの直下に置き、Rules と Skills はプロジェクトルート直下の .cloud というディレクトリを作って、その下に置いていきます。では、詳細に説明していきます。まず、Claude.md とは何かというと、プロジェクト全体の方針書で Claude コードを起動したときに常に読み込まれるファイルになります。このプロジェクトは何を作っているのか、使ってほしい技術スタックは何か、コードを書くときの基本方針、あとは参照してほしいドキュメントの場所のような内容を記載していきます。ポイントなのですが、短く保つということが最大のポイントかなと思っています。なぜかというと、Claude.md っていうファイルは、クロードコードを起動したときに常に読み込まれてしまうので、長くなりすぎると AI が全部読めなかったり、重要なルールが埋もれるため、詳細はルールズに切り出すというのが基本的な考え方です。一応私がいつも Claude.md に書いている内容のスクリーンショットを載せてはいるんですけど、かなり細かいので、一部抜粋して紹介していきます。実際に何を書いているのかというと、技術スタックでしたり、例えば API の実装になってくると、私の場合、スプリングブートを使うことが多いんですけど、スプリングデータの制約だったり、サポートされていない SQL や DB の機能の記述をしています。で、実際にこの、プログラムの書き方は OK です、NG ですというパターンを記載しています。あとはプロジェクトの構造の、なんていうか、ディレクトリをツリー形式で記載しています。あとは使用書とコーディング規約の MD ファイルのリンクを記載しています。個人的に一番重要だなと思っているのが、モデル選択のガイドラインです。クロードコードを使用する際に、俳句でしたり、オーパスでしたり、ソネットっていうモデルがあるかと思うんですが、例えばドキュメントの調査とか、ただネットに上がっている資料を収集して調査するっていう段階で、ソネットやオーパスを使うと、トークンの使用量が大きくなりすぎてしまうため、調査をするとか、資料を読む作業は俳句にやらせるとか、意思決定をやらせる場合はオーパスやソネットに任せるみたいなモデルの選定規約をここに書いています。で、次にルールズの説明に入るんですけれど、ルールズは何なのかというと、先ほども説明した通り、Claude.md の肥大化対策として生まれたファイル群です。このパターンは使わない、このライブラリはこういうふうに実装するといった詳細なルールをルールズに切り出すことで、Claude.md をスリムに保てます。パス形式でファイルパスを指定することで、Java のファイルを触るときだけルールズを適用されるのような制御ができます。次のスライドでも詳細に説明するんですけれど、私の場合、Claude Rules Repository.md というファイルに実際のコーディングの際の OK、NG リストを記載しました。こちらもかなり長くなってしまっているので、一部抜粋して紹介するんですが、まず大前提、パス図という記述で、一番上にパス図って書くんですけど、ここでリポジトリの実装でのみ呼び出されるように記述しています。で、実際に何を書いているのかというと、基本的なリポジトリの実装方法だったり、エンティティの定義を具体的なコードレベルで記載しています。で、一通り実装が終わったときに、禁止事項を守っているのかだったり、チェックリストを設けて、最終的にクロード自身でチェックさせるために、最後のチェックリストなども記載しています。そうすることで、生成されるコードコードの統一化を図っています。で、次にスキルズの説明をします。スキルズとは何なのかというと、AI に専門知識を与える仕組みのことです。
で実際どう作るのかというと、何個か前のこちらのスライドでも紹介した通り、プロジェクトのルート配下にドットクロードというディレクトリを切って、このディレクトリの中にスキルズ、スキルネーム、ここは任意の自分のスキル化させたい文字列を任意で埋め込むんですけど、その配下にスキル .md というファイルを生成し、ネームというプロパティに自分の付けたいスキル名を記載することでスキルを生成できます。このスキルが読まれるタイミングとしては、実装フェーズなどで AI が必要なスキルを参照して勝手に実装してくれることもあれば、明示的に呼び出したい場合は、ターミナルでスラッシュ、ここで命名したスキル名をスラッシュでコマンドで呼び出すことで直接呼び出すことができます。では実際何を書くのかっていうと、アトミックデザインのコンポーネント設計など、自分のプロジェクト固有で持たせたい知識とかをスキルズには書いて渡せるのが強みです。ここにスキルズの公式ドキュメントを記載しているので、ぜひご覧ください。で、次に MCP の説明に入ります。MCP とは何なのかっていうと、モデルコンテキストプロトコルの略で、すごくざっくり説明すると、クロードコードを外部ツールと連携させる仕組みのことです。MCP って世の中にたくさん出ているんですが、今日は私が主に使っていて、皆さんにお勧めしたい MCP をいくつか紹介したいと思います。まずはコンテキスト7。こちらはドキュメントをリアルタイムで参照できるツールのことで、これがないとクロードが自律的にドキュメントの調査をするときに古いバージョンのものを参照してしまいます。なので入れています。で、次がセレナで、こちらは何なのかというと、構造を解析してくれるツールです。大きなリポジトリで、このメソッドどこで使われているみたいなことを調べるのが得意です。次にプレイライトです。こちらはブラウザの自動操作ができるツールになっております。で、補足なんですが、おすすめのプラグインとして1個紹介したいのがクロードメムです。クロードコードをローカルのターミナルで操作しているときに、セッションを閉じると会話の記録がリセットされてしまって、また次セッションを始めたときに、一から、これまでの会話の説明をし直さなければならないという事象が発生するかと思うんですが、クロードメモを入れることでセッションの永続化ができて、また会話をリスタートさせたときに、会話のコンテキストを引き継いでくれるのがこのクロードメモです。で、導入方法だったり、具体的にじゃあ、どう使っていくのかみたいなところは、前にブログを記載したので、よければご覧ください。で、次にコンパウンドエンジニアリングの説明をしていきます。で、コンパウンドエンジニアリングは何なのかっていうと、エブリー社が提供している AI コーディングの開発支援プラグインです。公式が出しているワークフローを、抜粋して、こちら図にしたものなんですけれど、どういうワークフローで進めるのかというと、まずブレストして、プランをして、ワークをして、レビューをして、コンパウンドするっていうようなワークフローが、公式から、なんというか、お勧めされているワークフローになります。で、実際どうやってこのワークフローをそれぞれ呼び出すのかというと、スラッシュ C コロン、プレフィックスをつけて、C プレフィックスをつけてブレストとかプランとかワークとか自分が呼び出したいワークフローをコマンドで指定すると、実際にそれぞれのフェーズごとに呼び出せます。で、私の場合、このプランフェーズは、コーディングエージェント for Scala DB というエージェントで代替しており、主にこのワークとレビューとコンパウンドっていうコマンドを中心に使っています。で、ちょっと、言い訳みたいになってしまうんですけど、ブレストと ideate っていうコマンドは最近追加されたコマンドになっていて、まだ使ったことがないです。では、実際の開発フローの説明について入っていきます。全体のフローをざっくりと説明します。はじめに前提の部分で、設計と計画段階に時間を使って全てを AI にやらせないと言ったんですが、具体的にどういうサイクルで、どのように役割を人間と AI に住み分けて開発するのかをここで説明していきます。で、主に、設計、実装、レビュー、蓄積っていう4つのステップで開発を進めていきます。人間がやることと AI がやることが
分かれていて、設計の作成は AI が行い、確認は人間、実装は AI が主役、レビューは人間と AI で行い、蓄積は AI が整理というような住み分けで進めていきます。まず設計フェーズでは MD ファイルを大量に作っていきます。で、一番大切なことは実装前に細かい指示出し用の MD ファイルを作っておくことです。具体的に何を書くのかというと、ドメインモデルでしたり、API 設計書、セキュリティ設計、エラーハンドリングの方針のように、レイヤーごとにファイルを分けて書きます。一つのファイルに全部書くのではなく、レイヤーごとに切り出すのがポイントです。先ほども説明したかと思うんですが、実装時にこのファイルを読んで実装してと渡すだけで、毎回一から説明せず即実装に入れます。そうすることでコンテキストの節約、トークン削減、実装のブレ防止が同時に実現できます。で、そもそもなんで MD ファイルなのかっていうと、MD 形式で渡すと構造を理解した上でコーディングしてくれるため、MD 形式が推奨になっています。先ほどもちらっと話にも出たコーディングエージェント For Scala DB について説明していきます。ですね、先ほどこのプランフェーズを別のエージェントで代替していると言ったんですが、このコーディングエージェント For Scala DB というエージェントは、今回私が実装した人事管理アプリでは、弊社製品の Scala DB を裏側で使っているため、Scala DB 固有のコーディングルールがあり、このエージェントで代替しています。具体的な中身の詳細は省くんですが、ステップ1から13まで順番に実行することで、設計ドキュメントを13個自動生成してくれます。こちらもドメインモデルから API 設計、セキュリティ、オブザーバビリティの設計まで一通りの設計ファイルを生成してくれます。GitHub の方にエージェントを載せているので、ご興味のある方はぜひご覧ください。で、そこで注意事項なんですが、生成された MD ファイルは必ず目を通してレビューをし、内容がおかしいところは必ず修正してください。全部 AI に丸投げではなくて、生成物は人間が必ず目視で確認してください。で、補足になるんですが、スカラ DB の説明をさせていただきます。弊社スカラーで開発している ISDB をまたいだシートトランザクションを実現する DB のミドルウェアです。ローカル環境とクラウド環境のデータベースの差異を吸収し、AI が開発する環境と実行する環境の同一性を担保できます。今回実装した人事管理アプリでは、このミドルウェアを利用して開発しています。開発するにあたり、独自のコーディングルールなどがあるため、コーディングエージェント、フォアスカラ DB を使ってプランフェーズを代替しました。こちらにスカラ DB の公式リファレンスを載せているので、ご興味のある方はご参照ください。では実際に実装フェーズに入っていきます。ここで使うのがコンパウンドエンジニアリングのワークコマンドです。設計フェーズで作成した MD ファイルを読ませてワークを実行することで AI が設計書を理解した上でコードを書いてくれます。この時にルールズが一緒に読み込まれます。前述したようにパス指定でルールが自動で読み込まれてアンチパターンを避けながらコードを書いてくれます。また、スキルズも読み込まれます。スカラ DB の実装パターンやプロジェクト固有の知識を AI が参照しながらコードを書いてくれるので、一貫性のある設計になります。で、実装の順番なんですけれど、Web アプリを作る場合は API、フロントエンド、BFF の順番で、この4つの設計から蓄積までのサイクルを回すことが個人的にはおすすめです。で、一番最初に API の設計をして、データベースからデータを取るまでの処理を一貫して実装して、その後にフロントエンド、UI の実装した後に BFF とつなぎ込んでいくのが個人的にはおすすめかなと思っています。次にコードレビューの説明に入っていきます。コードレビューで使うのが、レビューコマンドです。実行すると AI がコードを読んで、クリティカル、ミディアム、ローの3段階で修正すべき対象を出してくれます。クリティカルはセキュリティ上の問題などで必ず直すことが推奨されるレベル。ミディアムはパフォーマンスや保守性の観点で改善提案。
ローは直せたら良いくらいのものというレベル感です。AI が出した指摘を一個一個コードを見て確認して、直すのか努力義務扱いにするのかを人間が判断するのがベストです。個人的な感想、使ってみた感想なんですが、クリティカルとミディアムはすぐ直すべきレベルの指摘が入っており、その場ですぐ直すことが多かったです。ローは直すのは努力義務レベルの指摘が多く、直すほどのものではない指摘もありました。動作確認とデバッグの説明に入っていきます。動作確認は自分の手でアプリを動かして目視で確認してください。画面を触ってボタンを押してデータが正しく返ってくるのか、エラーが出ていないかは実装者自身で確かめてください。バグやエラーが見つかった時に役に立つのが MCP の紹介で話したプレイライトです。ブラウザを自動操作してどこで何が起きているのかを特定してくれます。で、後でデモ動画を発表するときにも、プレイライトがどう動いているのかを見せるんですが、実際にブラウザの操作をして、例えばコンソールログとかにエラーが出ていたら、そこも検出してくれて、原因をデバッグしてくれるので、こちらは非常におすすめです。で、補足なのですが、実装の時にログを仕込んでおくとデバッグが楽になるため、実装の段階からログの設計を意識しておくのがおすすめです。まとめに入ります。動作確認は人間が手作業、目視で確認すること。デバッグはプレイライトで自動操作して原因特定が一番動作確認とデバッグ時のスムーズな流れかなと思っています。で、次に蓄積、コンパウンドで知見を残すというところなのですが、コンパウンドコマンドを実行することで、これまでに得た知見だったり、踏んだ罠やどうやって解決したのかなどを自動で整理して、Docs Solutions というフォルダに自動で生成してくれます。この、フォルダを生成してファイルを生成するのが何が嬉しいのかっていうと、次にプランフェーズでプランを実行したときに AI かソリューションズ配下のファイル群を読んで計画を立ててくれるので、同じ過ちというか間違いを繰り返さなくなるので、こちらがおすすめです。実際に、コンパウンドコマンドを叩いた時の、そのターミナルのログみたいなのをここに貼っておいたんですけど、この HRM インフラっていうのが私が作業していたプロジェクトのルートで、ここに Make Deal でディレクトリを Docs と Solutions で作ってくれて、この下に MD ファイルを何個か作ってくれています。で、ここにクロードも自分で言ってるんですけど、今回のセッションで解決した主要な問題を並列でドキュメント化しますというふうに、問題をまとめてくれます。それでは開発フローのまとめに入っていきます。計画段階では MD ファイルをレイヤーごとに作る。実装はワークコマンドで AI に書かせる。検証は AI のレビューと人間の目視確認の2段階。蓄積はコンパウンドコマンドで知見を残すサイクルで開発を進めてください。繰り返しになるのですが、設計なしでいきなりのワークはダメです。それでは実際に作ったアプリケーションのデモを見せたいと思います。こちらが、録画したアプリケーションの、挙動というかデモ動画になります。具体的な実装方法とかは、今日は発表しないんですけれど、ログイン画面からログインをして、実際に画面の遷移だったり、クラッドの操作っていうのを画面経由で行っていくデモになります。で、ログインをすると、まず自分のプロフィール画面が見えて、プロフィールの編集もできます。で、今回人事管理アプリで実装した機能としては、プロフィールと社員名簿と組織図がツリー上で見えるような画面を実装したのと、メンバーを増やすときの入社登録画面と、あとグループ、企業だったり、あとは部署の管理をする画面を実装しました。で、実際にこの画面で、えー社員の氏名の変更を行ってみます。で、こうすると A だったのが BBB に変わったのがわかるかなと思います。はい。で、あとは、この社員名簿のこの検索ボックスの中から、例えば、ミニと調べると、ミニワーカーで私の、個人情報が
検索にヒットするというような流れになります。で、こちらが組織図になっていて、ツリー上で誰がどの部署、会社に所属しているのかを見れるように実装しました。はい。で、実際にちょっと飛ばすんですが、社員の登録をしてみたいと思います。ミニワーカージュニアで作ってみます。で、実際作って社員の一覧から検索をし直してみると、先ほど作ったミニワーカージュニアが、検索にヒットするような流れになっています。こちら先ほども説明したんですけれど、裏側はスカラー DB を使っていて、実際のストレージはカサンドラとポスグレにデータが入るようになっています。はい。で、以上で、アプリケーションのデモは終わりで、次に皆さんにお見せしたいのが、クロードコードを実際ターミナルで動かしているときに、プレイライトだったり、MCP がどのように機能するのかっていうのをこれから発表したいと思います。ちょっと長くなるので飛ばし飛ばしでやっていくんですが、ここに、クロードでターミナルで開いているんですけれど、自分でコマンド操作してもいいので動かしてみてくださいと指示を出すと、プレイライトがここで勝手に起動して、右側がブラウザを開いているんですけれど、ブラウザの操作を勝手にプレイライトがしてくれるというような挙動になっています。ここで、プレイライトが自律的に動いてブラウザを開いてくれているのがわかります。で、これからここがログイン画面になっているので、実際にログインの処理をプレイライトが勝手にしてくれるんですが、ここの今記入されたのわかりますかね。ここ勝手に自動で、なんというか、プレイライトが裏側でメールアドレスとパスワードを記入して、ログインボタンも勝手に裏側で操作して押してくれるっていうような挙動になっています。で、今、エラーが出ているので、ここからクロードコードというか、プレイライト自身でエラーの原因調査をして、修正をして、やっとログイン画面が出るようになったというような流れです。で、実際、このエラーハンドリングの流れだったり、どこで詰まっているのかっていうのを、実際、知見をまとめたいなっていう時に、先ほど話した CE、コンパウンドという CE って打つとコンパウンドエンジニアリングのプラグインのコマンドがここで一覧で保管で出てくるんですが、ここでコンパウンドを選んで実装すると、裏側で勝手に MD ファイルが生成されて、ここで生成されました。ファイルクリエイテッド。で、実際どんなファイルが生成されたのかというと、CAT で確認してみましょう。このように、どういうエラーが起きていたのかだったり、えーこれ Mock でログインしてるんですけど、Mock ではどういうデータを使っているのかだったり、演舞ファイルは何を定義したのかだったり、この調査のステップとかを一覧でファイルにしてまとめてくれます。はい。では以上でデモの終了になります。スライドに戻ります。あれ。はい。では、最後に今後の想定課題と NEXT アクションについて発表していきたいと思います。今後の想定課題としては、既存コードを壊さない実装をどのように実現するのかということです。ここで考えられる予防線としては3つあって、まず1つ目はルールズとスキルズで事前予防するということです。アンチパターンとコーディングルールをルールズに書かせておくことで、そもそも壊すようなコードを AI に書かせない。これが一番シンプルで効果的な予防策だとも考えています。で、予防策2つ目としては、フォークを使うということです。フォークとは、クロードコードの機能で、現在のセッションから別の世界線を作れるイメージです。本線のコードとセッションはそのままで、別の世界線でコードを修正する。うまくいったらレジュームで本線に持ち込み、失敗したらリワインドで全部なかったことにできます。
で、3つ目の予防線としては、指示を詳細に絞るということです。コードの修正で指示を出すときに、この API のこのエンドポイントを修正してではなく、ユーザークラスの、Create User Method だけ修正してのように、クラス名、メソッド名、エンドポイントまで具体的に指定する必要があります。で、フロントエンドでしたら、ストーリーブックの部品レベルで指定する。そうすることで、AI が予期せぬ範囲まで修正するのを防げます。ここで補足なんですが、この時に LSP の設定をオンにしておくことが重要です。LSP とは何なのかというと、ランゲージサーバープロトコルの略で、コードの抽象構文器を理解してくれる機能です。LSP がオンだと指定したクラス以外も構造をたどって AI が適切に修正してくれます。オフだと AI がグレップでコードを調査してトークンを大量に使うので注意してください。で、ここで、補足のさらに補足になってしまうんですけれど、クロードコードのバージョン2.0.7、74か73だったかと思うんですが、setting.json ファイルに LSP の、演舞、環境変数を1行指定することで簡単に LSP の設定をオンにできるので、こちらおすすめです。で、NEXT アクションとしてやってみたいことがテストと TDD です。今回の開発フローだと、実装してからレビューという順番なのですが、これをテストファーストに変えたいと思っています。具体的には、テストを書くエージェントと実装するエージェントを別セッションに分けるという方法です。同じセッションでテスト書いて次に実装してとやると AI がテストに合わせて実装をサボり始めるため、それを防ぐためにテスト担当と実装担当を分離します。こちらはまだ試行中のため、成果が出たら勉強会の題材にしたいです。次のアクションとしてやってみたいことの中の一つに、仕組みで品質を守るということがあります。AI のコードって品質大丈夫なの？ジュニアエンジニアと AI 駆動開発するのが怖いという方へのアンサーです。結論から言うと、品質は仕組みで守るのが一番です。AI の出力を信じるだけではなく、仕組みとして品質を担保します。どのような仕組みを導入したらいいのかというと、下記の3つで、プリプッシュフックでリントとユニットテストを必須にする。コードを Git にプッシュする前に自動でチェックが走って通らないとプッシュできない仕組みにする。で、2つ目が SAST と DAST を導入する。で、こちらは何なのかというと、SAST は静的解析ツールで、コードのセキュリティ問題を検出してくれます。DAST は実際に動かしてセキュリティの脆弱性を検出してくれます。で、最後がカバレッジの式値でマージ不可にするということです。テストのカバレッジが一定以下の場合、マージできない設定にするというのが仕組みとして守る3つのステップになります。本日のまとめになります。本日のまとめとしては、AI での開発は設計に時間をかけてフェーズごとに MD ファイルに落とし込もう。実装は AI に任せて、レビューや動作確認は人間の目で確認。自分の手で動かしてみることも忘れずに。AI 時代の今、当たり前や常識は日々変わっていきます。それも楽しみながら学んで新しい手法を試してみるのが重要なのではないかなと考えています。で、最後に宣伝させてください。スカラのメンバーで全ブログを更新しています。3月に関しては毎日投稿を頑張ったので、ぜひ皆さんご覧ください。で、来週なのですが、今回実装した人事管理アプリを AWS にデプロイした過程について発表します。で、4月23日の18時からオフラインでのイベントを開催します。ぜひお越しください。で、冒頭にもありましたが、今回の勉強会の内容は YouTube に、載せています。見逃した方がいたらぜひご覧ください。で、こちらは今回勉強会の中で出てきたツール群の公式リファレンスになります。興味のある方はぜひご覧ください。ご清聴ありがとうございました。